本日の動画は猫手相、猫の手相占い、私の家族1億分の1の確率、以上のような内容となっております。いきなりですが、これ私の手です。先日コメントでこの線がですね、まっすぐになっているのは珍しい手相だと教えていただきました。マスカケというらしいです。ちなみに右手もそれっぽいです。ちょっと切れてますかね。これはこう爪で跡をつければ、はい、マスカケになりました。昔から手にひらがなで手って書いてあるねとからかわれた私にとっては、これがいくら珍しい手相であろうと忌まわしきものでしかありません。しかし人間の性格や運命が手相でわかるなら、猫の肉球でも同じことができるのではという考えに至るのが至極当たり前の思考回路であることは、この動画をご視聴いただいている愛病家の方々にとっては容易にご理解いただけることかと思います。ということで、手相占い、もとい肉球占いについて調査したところ、やはりありました。この本をご覧ください。その名も猫手相。手相占い界では有名な暁先生という方が書かれていますね。この方ですね。猫獣って何でしょうか。猫が充満してるんでしょうか。すごいパワーワードですね。こんな素晴らしい本を書いてしまうほど猫好きということであれば、占いの方も大層な腕前の持ち主なのだろうと推察いたします。実は私、根っからの理系人間でして、正直占い等の非科学的なものを、あんなもの全部バーナム効果で説明できるじゃんなどと小馬鹿にしながら生きてきた人種なのですが、猫好きというだけでその人の発言を 100% 全面的に信じる気になってしまうのは不思議なものです。まずこの本によると、猫の手相は大きく A から E の5つに分かれます。それぞれの中でさらに細かい分類があるのですが、あまりね、本の内容を詳細に説明すると出版社の方に怒られてしまいそうですので、これぐらいにしておきます。説明欄にリンクを貼っておきますので、より詳しい内容を知りたいという方は、ぜひご自身の目で確かめてみてはいかがでしょうか。それでは我が家の猫たちの猫手相を見ていきます。まずワビちゃん。猫手相は左手で見るようですが、可愛いのでとりあえず右手もご紹介しておきます。それでは左手。真ん中の肉球の上側がへっこんでハートのような形になっているのは A タイプです。そして左右にある小さい肉球、これがひし形で少し下についているので A3 タイプと思われます。 A3 タイプは一言で言うと感性が豊かで、なんと人の言葉を理解する賢いタイプだそうです。これは早速試してみましょう。ワビー、ワビー、ワビー、ワビー。なるほど。完全に理解してますし、その証拠に返事もしてくれてますね。理解するどころか喋っています。猫手相通りですね。ちなみに撫でると寝っ転がってへそ天するのは A タイプが多いとのこと。なるほど。ワビちゃんといえば、ほんの少し撫でただけでへそ天するで定評がありますので、これも見事に合致しています。猫手相、恐るべしですね。続いてサビちゃん。とりあえず右手。続いて左手です。ワビちゃんと同様、真ん中の肉球がハートのような形になっているので A タイプです。さらに左右の小さい肉球も上側がへっこんでハート型になっているので A1 というタイプになります。 A1 は一言で言うと甘えん坊で人のことが大好きなタイプ。構われても基本的に怒ることはないそうです。まず甘えん坊という点ですが、この様子を見ていただければザ甘えん坊であることは一目瞭然かと思います。ママの上が空いている隙を狙っては乗っかってなでなでを強要してきます。その甘えぶりはスピードワゴン井戸田潤よりも甘いと言われているとかいないとか。
次に構われても怒らない。これに関してはゆきみちゃんとのじゃれ合いの様子をご覧ください。先日の動画でもご紹介しましたが、サビちゃんこの通りゆきみちゃんにちょっかいを出されても我慢強く耐える様子がたびたび観察されております。武田信玄もびっくりの動かざること山のごとし、これを体現した様子はまさに猫テソ診断の通り、怖いほど占い通りであります。ゆきみちゃんもとりあえず右手、続いて左手です。ゆきみちゃんは真ん中の肉球の頂点がへっこんでいますが、ハート型と違って平行になっています。このタイプは C タイプです。さらに左右の肉球がひし形ですので C3 タイプとなります。C3 タイプは一言で言うと、考え事をしているように落ち着いているタイプ。自分からはあまり動かず、気に入った場所を見つけて寝ているのが何よりの幸せとのことです。これは残念ながらですね、事実をどれだけ歪曲して解釈したとしても、当てはまるという言葉を使うにはいささか無理があるのではないでしょうか。確かにゆきみちゃん、昼間は猫らしくお昼寝をする様子が観察されますが、ひとたび日が落ちれば満月の光を得た狼男さながら、先住猫たちを追い回しながら家中を走り回り、さまざまな遊びに興じています。ゆきみちゃんに関してはまだ子猫ですので、性格もこれから成熟されていくのだと思います。子猫といえば夜の大運動会。どんなに落ち着いている性格だったとしても、夜に元気に走り回らなかったら、それはそれで心配というものです。今のところそんな気配はみじんも感じられませんが、きっとこれから落ち着いた性格に成長していくのでしょう。ということで、我が家の猫たちの猫テソ診断でした。ところで冒頭ご紹介した私の手相、気になって調べてみたんですが、両方の手がマス掛けなのは珍しいらしく、1000人に1人の確率とのことでした。本当でしょうかね。正直疑っています。だって私の人生で幸運な出来事といえば、わびさびちゃんと出会えたこと、ゆきみちゃんが家に迷い込んでくれたこと、それからママと出会えたことぐらいしかありません。とにもかくにも、これが本当に珍しいものか否か、サンプル調査を実施します。まずは弟怪獣を見てみましょう。怪獣、手見せて。手見せて。何？マス掛けです。こっち見せて、こっち。しかもこれは両手。本当にレアな手相なんですかね。疑いたくもなってしまうほど、我が家ではこの手相が充満しています。猫獣ならぬマス掛け獣です。1000分の 1×1000 分の1で100万分の1の確率の事象が今この場で起きていることになります。次はお兄ちゃん怪獣です。じゃあお兄ちゃん手見てて。あれ、これマス掛けじゃないですか。こっち見てて、こっち。左手は残念ながら微妙ですね。つながってるような、つながってないような。こうするとつながっているようにも見えますが、ここはね、厳しめに見て、お兄ちゃん怪獣は片手マス掛けということにしましょう。片手は適当に100分の1としましょうか。そうすると確率は100万分の 1×100 分の1、つまり3人合わせて1億分の1の確率の事象が発生しています。早急に宝くじを買いに行く必要がありそうですね。それでは最後にママの手相を見てみましょう。あれ、線がつながってない。逆にそんな人いるんですね。我が家ではむしろこっちの方がマイノリティでした。ということで、ぜひ暁先生に家族の手相を直接見ていただきたいところですが、今現在は表立った活動はされていないとのこと。残念。ご覧の視聴者様で手相に詳しいという方がいるようであれば、私たちのね、手相、こちらのオンライン手相占いということで、診断結果をコメント欄に書き込んでいただけると嬉しいです。それではね、本日は以上となります。週末はね、ライブ配信なんかもやってますので、ぜひチャンネル登録の上、生の猫たちの姿を見に来てください。また、ママブログもやってます。
私が仕事でいない時の猫たちの姿をご紹介してますので、ぜひご覧ください。ではまた3、4日後にお会いしましょう。それじゃあバイバイ。